マホナコ研究所の磯村です。今回はラブペダルのポンテンダ紹介します。こちらのペダルですけども、トンベンダー系、ファズペダルですね。で見ての通りつまみは2つ、レベルとゲインだけです。ただ、2つだけなんですけども、ゲインがね、今ちょっと上げ目にしてますけども、下げてもね使えるなど、使える幅がね結構広いファズペダルでして、ファズがね苦手だった人にもね使いやすいペダルなんじゃないかなと感じました。でファズフェイス系のようにローが膨らむこともないので、その辺もね鳴らしやすい要因かと思います。ギターはテレキャスターで、アンプはクリターのアビエーターで、プリアンプのね乗ったボードをつないでおります。まずねこの今の状態で鳴らしていきたいと思いますけども、今でねゲインがだいたい3時ちょい過ぎぐらいですね。でボリューム、レベルですねが、だいたい10時ぐらいかな。これ一回鳴らしてみて、ギターボリュームをね絞ってみたいと思います。ギターボリューム絞った時も、クリーンクランチがね作りやすいのも特徴です。原因をですね、じゃあ0にしてみて一回鳴らします。で、この時だと、よりね、スムーズでマイルドなサウンドになりまして、で、ちょっとね、音量が下がるので、レベルは上げておきます。これはこれでですね、ちょっとオーバードライブ的な使いができると言いますか。で、ここからですね、ゲインを少し上げながら鳴らしていきたいと思います。ゲインがね、だいたい3時ぐらいまで来ると、その先ほどのね、太くて、スムーズでマイルドなサウンドから、ちょっとね、エッジ、攻撃が立ってくるようなサウンドになります。で、ここからね、ゲインマックスまで上げてみたいと思います。原因が今3時からぐっとマックス上げた時にエッジが立ってくるっていうかね、ジャキッとしてくるのが分かるんじゃないかなと思いますけども、ローカットまではいかないんですけどね、よりローがタイトで、僕が弾いたベンダー系のイメージで言うとイタリアンベンダーとかあっちのようなね雰囲気も出てきますね。ギターボリュームを絞った時に、クリーンクランチ、いわゆるそのギターボリュームに対する追従性なんかも良いって話なんですが、3時ぐらいまでですかね。これぐらいですとギターボリュームだけでですね、クリーンクランチファズみたいなことも作れます。今ちょびっとだけゲイン上げちゃったんですけど、鳴らしてる時にねゲインがスッと下がるポイントがあるんですね。ノイズとかもそうなんですけど、このノイズが下がるのがあるじゃないですか。ここですとこんな感じでね、ギターボリュームのクリーンクランチ、ファズ一歩手前のオーバーダイブみたいな感じからファズみたいなね、
ギターボリュームだけでコントロールができると。なのでこのね、ほんと追従性の部分ではかなり良いドンベンダ系のファズモデルと言えます。で、今ね、弦を触りながらいろいろ弾いたんですけども、いわゆるファズとしてだけじゃなくて、ブースターっぽい感じからオーバードライブとかね、幅広く使えるので、つまみはね、2個だけなんですけども、使い方によってはね、いろいろ音が作れるのもね、このモデルの特徴じゃないかなと思います。ペダル自体はね、非常に使いやすいですね。ファズフェイス系のペダルに比べても、ローが膨らみすぎませんし、で割とね、整った音もするんですよね。そのファズとしての毛羽立ち感とか荒っぽさというのは少しね、弱い感じはするんですけども、そこがですね、使いやすいんじゃないかなと思いますし、アンプというかね、今元のサウンド自体がほぼクリーンなんですよね。で、そういった状態でもある程度鳴らしきれるというのもね、いいところと言いますか、現代でも使えるような仕様になっているんじゃないかなというのは感じました。で、ボリューム、レベルですよね。アウトプットレベルも高いので、どうしてもゲインを下げると音量下がるんですけども、そこをね、レベル上げることで、音量も整えれるし、それこそね、アンプをクランチさせた状態、歪みペダルでもいいんですけど、そこに対してボンデナ踏んであげれば、本当にブースターとしても使えるしと。2個しかつまみはないんですけども、使える幅はね、本当に広いペダルだなと感じました。2個のつまみで言うとね、それこそファズフェイスなんかもそうなんですけども、いろいろ突き詰めていきますと、シンプルなんだけど使える幅って結構あるんですね。で、ファズフェイスに関してはね、他の動画でも説明してますので、またね、ご覧いただけたらなと思うんですけども、本当にね、いろいろ試していくと奥が深い、面白いペダルですので、試したことがない方はね、ぜひ試してほしいと思います。で、気になった点で言いますと、仕方ないんですけども、トーンベンダー系ってエフェクトオンにすると、位相が反転逆になるんですね。例えば僕今テレキャス弾いてますけども、普通に踏むと、位相は反転しますね。ただレスポールとかと組み合わせると、レスポール自体も一般的なものであれば、側から出力される信号が逆位相なので、ベンダー系踏んであげることで、正位相になる。そういう組み合わせの妙なんかもありますので、一概にダメとかではないんですけども、もしこうね、エフェクト踏んだ時にバンドで鳴らしててね、音抜け悪いなーなんて時はね、その位相なんていうのも疑ってもらうといいんじゃないかなとは思います。で、あと1点ですね。今これ DC ケーブルでつないではいるんですが、ストライモンの DC ケーブル今使ってます。ただこれ L 字だと今もちょっと触ってオフになってますけども、抜けやすいんですよね。なので DC ケーブルのね、この先っぽっていうんですか、プラグの先っぽによっては抜けやすいとか、もしくはね、ちゃんと刺さらないこともあるかもしれないので、ここはね、ちょっと注意された方がいいんじゃないかなとは思います。という感じで今回はラブペダルのボーンテンダー紹介いたしました。最後までご視聴いただきありがとうございます。ではまた。